世界中のどんな文化圏でも、どんな時代でも変わらず存在してきたもの、それが母と子の特別な絆です。これは数万年の人類史を通じて、最も強力な生存戦略として受け継がれてきました。特に母子間の絆は、進化の過程で脳の報酬系や安心感を司る神経回路に深く組み込まれてきたんです。でも実は、日常の中で見落としがちな息子さんがママへの愛情を表現している特別なサインがたくさん隠されているんです。それは言葉ではなく、無意識の行動として現れます。中には、もしかして嫌われてると誤解してしまうような行動も含まれているんですよ。発達心理学や愛着理論の研究では、子供の何気ない行動の中に、親への深い信頼と愛情が現れていることが明らかになってきています。認知科学の分野でも、こうした行動が子供の情緒的安定や社会性の発達と密接に関連していることが分かってきました。今日は息子さんが無意識にやっているママへの愛情表現を10個ご紹介します。もしかしたら毎日当たり前のように見ている行動の中に実は特別な意味が込められているかもしれません。一緒に見ていくことで日々の育児がもっと温かく愛おしく感じられるはずです。それでは一緒に見ていきましょう。ママの後をついて歩く。トイレに行くときも、キッチンに立つときも、ちょっと洗濯物を取りに行くときも、息子さんがずっと後をついてくる。そんな経験はありませんか？スタンフォード大学の愛着研究では、子供が親の後を追う行動は、安全基地としての親への深い信頼の表れだと示されています。特に2歳から6歳頃の男の子に、顕著に見られる傾向があるんです。ちょっと一人にさせてほしい。と思うこともあるかもしれませんね。でも、これは息子さんにとって、ママが最も安心できる存在だという証なんです。少しの距離なら、ここで待っててね、と声をかけて、戻ったら、待っててくれてありがとう、と伝えてあげましょう。徐々に一人でいる時間を増やしていけます。このついていきたいという気持ちは、やがてママは信じて待っていてくれるという、自立心の土台になっていきます。今は後ろをついてくる小さな足音を、愛情のメロディーだと思って受け止めてあげてくださいね。ママが疲れている時に静かになる。いつもは元気いっぱいで騒がしい息子さんが、ママが体調を崩したり、疲れている時に、不思議と静かに過ごしてくれる。そんなことはありませんか？ハーバード大学の発達心理学研究では、3歳以上の子供は、親の表情や声のトーンから感情を読み取り、自分の行動を調整する能力が発達していることが分かっています。いつもうるさいのに、こんな時だけ、と不思議に思うかもしれません。でもこれは、息子さんがママの状態を敏感に感じ取って気遣ってくれている証拠なんです。そんな時は、静かにしてくれてありがとう、ママ助かったよ、と短い言葉で伝えてあげましょう。その気持ちが息子さんに届けば、それで十分です。この共感力と思いやりは、将来パートナーや友人を大切にできる男性へと成長する基盤になります。今の小さな気遣いが豊かな人間関係を築く力に育っていくんですね。ママにだけ態度が悪い。わがままを言う。保育園や外では良い子なのに、家に帰るとわがまま放題。ママの言うことは聞かないのに、先生やパパの言うことは素直に聞く。もしかして嫌われてる？と悲しくなること、ありませんか？東京大学の発達心理学研究では、子供は最も信頼している相手の前でだけ、本当の自分を出せることが示されています。これは安全基地効果と呼ばれる、健全な愛着形成の証なんです。外で良い子にしている分、家で感情を発散したくなりますよね。私だけこんな扱いされて、と落ち込むこともあるかもしれません。でも実はこれ、究極の信頼の証なんです。感情の爆発は受け止めつつ、気持ちはわかるよ、でもこれはダメだよ、と境界線を示してあげましょう。需要と制限のバランスが大切です。この本当の自分を出せる経験は、将来自分の感情を健全に表現できる力に育ちます。息子さんはママの前でだけ、ありのままの自分でいられるんですね。それって、最高の信頼関係じゃないでしょうか。ママの真似をしたがる、料理の真似、掃除の真似、電話の話し方まで、息子さんがママの行動をそっくり真似しようとすること、ありますよね。大阪大学の認知発達研究によると、子供は最も愛着を感じている人の行動を模倣することで学習し、
その人との一体感を感じているとされています。これは同一化という重要な発達プロセスなんです。男の子なのに女の子っぽくなるのではと心配になることもあるかもしれません。でも安心してください。これは性別の問題ではなく、愛情と尊敬の表現なんです。できる範囲で一緒にやってみる時間を作ってあげましょう。ここはこうするんだよと教えてあげることで、息子さんの自己効力感も育ちます。この模倣行動は、やがて自分なりのやり方を見つけていく、創造性の源になります。今ママを見て学んでいることが、将来自分で考えて行動できる力へと成長していくんです。ママにだけ本音を話す。外では元気で強がっている息子さんが、家に帰って、ママの前でだけ弱音を吐いたり、悲しかった出来事を話してくれる。そんな経験はありませんか？ケンブリッジ大学の情動研究では、子供は最も安全だと感じる人の前でだけ、本当の感情を表現できると示されています。これは心理的安全性が確立されている証なんです。外でしっかりしてほしいと思うかもしれませんね。でも、家で感情を出せることこそが、外で頑張れる原動力になっているんです。話を聞くときは、アドバイスより共感を優先してあげましょう。それは悲しかったね。頑張ったんだね。という言葉が、息子さんの心を満たしてくれます。この安全基地としての役割は、息子さんが思春期や大人になっても、困った時に相談できる関係性の土台になります。今の信頼関係が、生涯続く絆を育てているんですね。ママの匂いを嗅ぎたがる。抱っこしている時に、髪の匂いを嗅いだり、ママの服を持って、安心したがったり、そんな行動を見せることはありませんか？スタンフォード大学の感覚統合研究によると、嗅覚は、記憶や感情と最も強く結びついている感覚で、子供は親の匂いから、安心感やリラックス効果を得ているとされています。もう大きいのに、赤ちゃんみたいと思うこともあるかもしれません。でも、これは言葉以前の深いレベルで、ママを求めている愛情表現なんです。寝る前や不安そうな時は、少しの時間ぎゅっと抱きしめてあげましょう。その安心感が、息子さんの心のエネルギーチャージになります。この感覚的な安心感は、ストレスの多い環境でも、心の平穏を保つ力に育ちます。ママの匂いで得た安心感が、自分で自分を落ち着かせる力の原点になっていくんです。ママが話しかけても無視する、返事をしない、名前を呼んでも振り向かない、質問しても不運だけ、もしかして嫌われてる？私の声が嫌なの？と傷ついてしまうこと、ありませんか？ハーバード大学の認知発達研究では、子供が集中している時に反応しないのは、選択的注意という認知機能の発達段階だと示されています。そして実は、ママへの絶対的な安心感があるからこそ、自分の世界に没頭できるんです。話しかけても反応がないと、寂しいですよね。無視されてると感じることもあるかもしれません。でも安心してください。逆に不安な相手の前では、子供は常に気を使って反応するものなんです。大切なことを伝えるときは、肩に手を置いて、目線を合わせてから話しかけましょう。今から大事な話をするよ。と前置きすることで、注意を向けやすくなります。この、ママはずっとそばにいる、という安心感は、将来自立して、一人で物事に集中できる力の土台になります。無視されているように見える瞬間も、実は深い信頼の証なんですね。ママが悲しい時に慰めようとする。ママが泣いていたり落ち込んでいる時、息子さんが、大丈夫？と声をかけてきたり、そっと寄り添ってきたりすること、ありませんか？オックスフォード大学の共感性研究では、4歳以上の子供は、親の感情状態を理解し、慰めようとする行動を自発的に取ることが確認されています。これは、高度な社会的認知能力の発達なんです。子供に心配かけて悪いと思うかもしれませんね。でも、息子さんにとってママを助けられることは、自分の存在価値を感じる大切な機会なんです。そんな時は素直に、ありがとう。元気出たよ。と伝えてあげましょう。息子さんの優しさを認めることで、その心がさらに育ちます。この思いやりの心は、将来大切な人を支えられる強さと、優しさを兼ね備えた男性へと、成長する礎になります。今の小さな慰めが、誰かを幸せにする力に育っていくんですね。ママの笑顔を見ようとする。何か面白いことをして、ママを笑わせようとしたり、冗談を言ってみたり、
息子さんがママの笑顔を引き出そうとすること、よくありますよね。マサチューセッツ工科大学の社会的報酬の研究では、子供は親の笑顔を見ることで脳の報酬系が活性化し、それを得るための行動を繰り返すことが示されています。ふざけてばかりで困ると感じることもあるかもしれません。でも、それはママの幸せが息子さんにとって最高のご褒美だという証なんです。適度に笑って反応してあげながら、やりすぎの時は、それはちょっとやめてね。と境界線を示すことも大切です。バランスが息子さんの社会性を育てます。この人を喜ばせたいという気持ちは、将来ユーモアセンスやコミュニケーション能力として花開きます。今のいたずらっぽい笑顔が、周りを明るくできる人柄に育っていくんです。ママの帰りを玄関で待っている。ママが外出から帰ると、玄関で待っていたり、窓から外を見ていたり、そんな姿を見せることはありませんか？東京大学の分離不安研究によると、子供が親の帰りを待つ行動は、愛着の質が良好であることの指標であり、親への信頼と期待の表れだとされています。依存しすぎではと、心配になることもあるかもしれませんね。でも、これはママは必ず帰ってくるという信頼があるからこその行動なんです。帰ったら、待っててくれたんだね。ありがとう。と抱きしめてあげましょう。その再会の喜びが、息子さんの安心感をさらに強めます。この待つ力は、将来目標に向かって我慢強く努力できる力や、大切な人を信じて待てる心の余裕につながります。今の玄関での待ち時間が、忍耐力と信頼する心を育てているんですね。最後に、今日ご紹介した10個の行動、いくつ当てはまりましたか？息子さんの何気ない日常の行動一つ一つに、実はママへの深い愛情が込められているんですね。特に嫌われてる？と思っていた行動が、実は最高の信頼の証だったなんて、驚きですよね。困った行動だと思っていたことも、見方を変えれば、成長の証であり、愛情表現だったりします。完璧に対応できなくても大丈夫。息子さんは、ママが自分を大切に思ってくれていることを、ちゃんと感じ取っています。このチャンネルでは、これからも科学的な根拠に基づいた子育て情報をお届けしていきます。こんなテーマを知りたいというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。